レッスン1、来月、友達が何人か訪ねてくる。アンナ、来月友達が遊びに来てくれます。それはワクワクする。友達はどこから来たの？彼らは世界中の様々な国の出身です。様々なバックグラウンドを持つ友達がいるのは素晴らしいことです。はい、彼らを案内して一緒に時間を過ごすのを楽しみにしています。アクティビティや訪問する場所の計画はありますか？彼らを私たちの街の人気のある観光スポットに連れて行くことを考えています。それは素晴らしいアイディアだ。彼らは地元の文化を体験するようになるでしょう。また、お気に入りのレストランやカフェを紹介したいです。彼らは様々な種類の料理を試すことに感謝するでしょう。絶対に。食べ物はつながり、経験を共有する素晴らしい方法です。あなたの友達には何か特別な興味や好みがありますか？はい、訪問を楽しくするために、好みを聞いてみました。君には思いやりがあるね、ジョン。彼らはその思いやりに感謝するでしょう。訪問中に思い出に残る時間を過ごしてほしい。きっと彼らはあなたをガイドとして素晴らしい体験をするでしょう。ありがとう、アナ。一緒に新しい思い出を作れることにワクワクしています。特に世界の様々な地域の友達と時間を過ごすのはいつも特別なことです。同意します、アナ。学び、成長し、つながりを強める機会です。準備を楽しんでくれ、ジョン。皆さんが素晴らしい時間を過ごせることを願っています。ありがとう、アナ。この街の一番いいところを見せてあげよう。きっと彼らはその瞬間を大切にし、あなたのおもてなしに感謝してくれるでしょう。彼らの友情と心に残る思い出を作る機会に感謝しています。友情には境界がありません。ジョン、友達と素晴らしい時間を過ごしてください。ありがとう、アナ。みんなにとって忘れられない訪問になるようにするよ。教訓に、子供の頃は散らかっていた。アンナ、子供の頃は散らかってたよ。本当に？どうやって？もっと教えて。おもちゃはあちこちに散らばったままにしておきます。それは典型的な子供の行動のように思えます。はい、両親はいつも私に部屋を掃除するように言っていました。物事を整理するのが難しいと感じましたか？はい、当時は整理整頓に苦労していました。子供が探検したり遊んだりしていると散らかることがよくあります。後片付けよりも遊ぶことの方が興味があったんだろうね。それは理解できます。子供にとって遊びの時間は大切だ。年を取るにつれて、整理整頓の大切さを学びました。時間をかけてそのスキルを身につけたのは素晴らしいことです。はい、整理整頓できていると、今は集中力と効率を維持できます。人生の様々な場面で身につけるべき貴重なスキルです。絶対に。それは私にとってポジティブな違いをもたらしました。自分に合った戦略は見つかりましたか？はい、必ず荷物を置く場所を指定しています。それは賢いアプローチです。物事をきちんと保つのに役立ちます。また、自分の後片付けをしながら進むようにしています。それは身につけるのに良い習慣です。後で時間と労力を節約できます。そうだし、
落ち着きと秩序感も与えてくれる。物事が整理されていると満足ですよね。間違いなく、快適な生活環境を作るのに役立ちます。ジョン、あなたがもっと組織的になることを学んでくれて嬉しいよ。ありがとう、アナ。それは私の人生にポジティブな変化をもたらしました。良い習慣を身につけるのに遅すぎることはありません。絶対に、アンナ。私は改善のために努力し続けます。まあ、あなたの進歩には感心します。良い仕事を続けてください。アンナ、励ましてくれてありがとう。感謝しています。どういたしまして、ジョン、小さな一歩が大きな変化につながることを忘れないでください。それを心に留めておくよ。ありがとう、アナ。レッスン3、今は健康を維持したいと聞きました。アンナ、今は健康を保つのが好きだって聞いたよ。はい、その通りです。私は自分の健康管理を楽しんでいます。それは素晴らしい。健康を維持するためにどんな活動をしていますか？ランニングに出かけたり、筋力トレーニングをしたりしています。ランニングは心血管の健康状態を改善する良い方法です。また、心をすっきりさせ、ストレスを和らげるのにも最適な方法です。走っている時の解放感が想像できます。屋外にいて自然と触れ合うのは爽快です。あなたが走っているお気に入りのルートやトレイルはありますか？私は自分の家の近くの川沿いを走るのが好きです。それは風光明媚で平和なルートのようですね。リラックスして周囲を楽しむのに間違いなく役立ちます。筋力トレーニングのエクササイズはどうですか？具体的に何かある？腕立て伏せ、スクワット、プランクなどの体重エクササイズをしています。これらは筋力を高め、筋肉の調子を整える効果的なエクササイズです。はい、必要な機器は最小限で、どこでも実行できます。それは便利です。健康を維持するのにジムは必要ない。まさに、自宅でも屋外でも柔軟にワークアウトできるのが好きです。アンナ、あなたのフィットネスへの献身を見るのは刺激的です。ありがとう、ジョン。それは私のライフスタイルの重要な一部になっています。始めてから何か良い変化に気づきましたか？間違いなく、全体的に元気が出て強くなった気がします。それは素晴らしい。定期的な運動でできることは驚くべきことです。それは本当です。体のケアは私たちの健康にとって重要です。あなたは素晴らしい手本を示しているわ、アンナ。良い仕事を続けてください。ありがとう、ジョン。あなたも楽しめるアクティビティを見つけることをお勧めします。それは絶対に心に留めておくよ。君の熱意は刺激的だ。それを聞いて嬉しいよ。ジョンフィットネスの旅でお互いをサポートしましょう。絶対に、アンナ。力を合わせれば、健康目標を達成できます。それが精神だよ。ジョン、健康的でアクティブなライフスタイルを実現しましょう。教訓4、あなたは昔はお金のことを心配していなかったと聞きました。アンナ、昔はお金の心配なんてしてなかったって聞いたけど。はい、その通りです。そのことについては強調しないようにしてるんだ。
それは印象的です。どうして心配しないで済むの？代わりに、自分が持っているものに感謝することに集中しています。それはポジティブな考え方です。感謝の気持ちは大事です。心配しても問題は解決しないと思うので、冷静さを保つようにしています。それは賢明なアプローチです。心配は余計なストレスを加えるだけだ。まさに、私は自分の収入の範囲内で生活し、出費に気を配ることを優先しています。自分の収入の範囲内で生活することは、経済的安定を維持するための良い方法です。また、お金を貯めて将来の計画を立てることも心がけています。貯蓄は賢い習慣です。安心感を与えてくれます。はい、金融クッションを持っていると安心できます。お金を効果的に管理するためのコツはありますか？予算を立て、経費を追跡して、常に状況を把握できるようにしています。予算編成は財務管理に不可欠です。また、衝動的な購入は避け、欲しいものよりも自分のニーズを優先します。それは規律あるアプローチです。不必要な出費を避けるのに役立ちます。これらの習慣を身につけるには時間がかかりましたが、それらは私によく役あなたの立ちました。経済的責任を見るのは刺激的だよ、アンナ。ありがとう、ジョン。これは継続的な学習プロセスです。あなたの視点に感謝します。それは私にも取り組めることです。お金との健全な関係を築くことは誰にとっても重要です。私も同感です。バランスを見つけ、自分の選択に気を配ることです。絶対に、ジョン。お金で私たちの幸せを奪ってはいけない。賢い言葉、アナ。洞察を共有していただきありがとうございます。どういたしまして、ジョン。これからもお金の心配よりも幸福を優先しようじゃないか。それについては賛成だよ。あんな心配のないマインドセットと経済的安定を目指して。おめでとう、ジョン。生活のあらゆる面で平安と満足を見出せますように。レッスン後、あなたはアルゼンチン出身だと聞きました。こんにちは、アンナ。あなたはアルゼンチン出身だと聞きました。はい、その通りです。私はもともとアルゼンチン出身です。それはすごい。アルゼンチンのどの地域の出身ですか？私は首都ブエノスアイレス出身です。ブエノスアイレスは活気に満ちた文化で知られていますよね。そう、芸術、音楽、単語ダンスが盛りだくさんの街です。単語ダンスは魅力的に聞こえます。やってみたことある？はい、アルゼンチンで単語のレッスンを受けたことがあります。それは印象的です。いつかあなたが踊るのを見てみたいです。いつかいくつかのステップをお見せできるかもしれません。それは素晴らしいでしょう。あなたの文化についてもっと知ることができてワクワクしています。アルゼンチンのことをもっと皆さんと共有できれば幸いです。どんな伝統的なアルゼンチン料理が好きですか？エンパナーダとアサードはアルゼンチンで人気があります。エンパナーダは美味しそう。何が詰まってるの？エンパナーダには肉、チーズ、野菜など様々な具材を入れることができます。考えているだけでお腹が空いてきます。お気に入りはありますか？
私のお気に入りは、伝統的な肉入りエンパナーダです。いつか試してみたいです。アルゼンチンは牛肉が有名ですよね。はい、アルゼンチンは高品質の牛肉で有名です。食欲をそそる味は想像できます。きっと素晴らしいに違いない。間違いなくそうです。アルゼンチンにはグリル文化が根付いています。それは肉好きの楽園のようですね。確かにそうです。アサード、つまりバーベキューは愛されている伝統です。アルゼンチンの文化と料理をもっと探求するのが待ちきれません。興味を持ってくれて嬉しいよ。ジョン発見することがたくさんある。アンナ、アルゼンチンを垣間見てくれてありがとどういたしまして、ジョン私の遺産を皆さんと共有できて光栄です。う。アルゼンチンの友人としてあなたに会えて感謝しています。同じように、ジョン。文化をつなぐ友情は特別です。絶対に、アンナ。これからも学び続け、違いを祝いましょう。計画みたいだね。ジョン友情と文化探求に乾杯。レッスン6、毎日ヘッドラインをチェックしていると聞きました。アンナ、毎日ヘッドラインをチェックしてるって聞いたよ。はい、その通りです。私は常に最新情報を得たいと思っています。それはいい習慣だ。普段はどのような情報源を使っていますか？ニュースサイトを読んだり、信頼できる報道機関をフォローしたりしています。信頼できる情報源から情報を得ることが重要です。絶対に。私は正確さと信頼性を優先します。最新ニュースを把握するにはどうすればいいですか？朝は必ずヘッドラインをチェックするようにしています。これは、情報を得て一日を始めるのに良い方法です。世界で何が起こっているのかを常に把握するのに役立ちます。あなたがフォローしているお気に入りのニューストピックはありますか？世界のニュース、政治、科学に興味があります。これらは多様で重要なテーマであり、知っておく必要があります。情報を常に把握することで、世界をよりよく理解できるようになると思います。現在の問題について幅広い視点を持つことは素晴らしいことです。はい、有意義な会話もできます。それは本当です。情報を得ることは議論や討論に役立ちます。また、事実に基づいて自分の意見を形成するのにも役立ちます。それは批判的思考の重要な側面です。私も同感です。私たちが消費する情報について批判的に考えることは重要です。定期的にヘッドラインをチェックしたい人に何かアドバイスはありますか？あなたの興味に合った評判の良いニュースソースを見つけることから始めましょう。これは、信頼できる情報を確保するための良い第一歩です。また、毎日ヘッドラインを読む時間を決めておきましょう。習慣を身につけるには一貫性が重要です。はい、そしてオープンマインドでニュースに取り組むことを忘れないでください。それは貴重な思い出だよ。あんな共有していただきありがとうございます。どういたしまして、ジョン好奇心を持って最新情報を入手してください。そうするよ。あんな一緒に最新情報を入手し情報を集めましょう。おめでとう、ジョン。これからも知識を通して学び、成長していきましょう。
レッスン7、ここのバスは古くて遅いことに気づきましたか？アンナ、ここのバスは古くて遅いことに気づきましたか？はい、あります。時々イライラすることがあります。それは本当です。バスが遅いと通勤時間が長くなることがある。また、古いバスもあまり快適ではありません。それはマイナス面です。もっと近代的で効率的なバスを使うこともできる。私も同感です。新しいバスは乗客により良い体験を提供するだろう。もう一つの問題は、これらの古いバスによる汚染です。はい、それは環境と私たちの健康に関係しています。私たちは、より清潔で環境に優しい交通手段の利用を奨励すべきである。絶対に。環境に優しいバスに投資することは有益でしょう。大気汚染を減らし、大気質を改善するのに役立ちます。そして、それはより持続可能な未来に貢献するでしょう。バスの車両を更新する予定はありますか？よくわかりませんが、調べてみる価値はあります。より良いバスの必要性についての意識を高めることができるかもしれません。それはいい考えだ。私たちは会話を始めて、変化を提唱することができます。あらゆる小さな一歩が、より良い輸送システムに貢献します。まさに、より効率的で環境に優しいソリューションに向けて取り組みましょう。同じ懸念を共有できて嬉しいよ、アンナ。私も、尽力を合わせれば、違いを生むことができます。会話を続けて、ポジティブな変化をもたらす方法を見つけましょう。その点では賛成だ。私たちの努力は、すべての人のより良い未来につながります。この重要なトピックについて話し合ってくれてありがとう、アンナ。どういたしまして、このような会話をして行動を起こすのはいつでも良いことです。より環境に優しく、より効率的な交通システムを実現しましょおめでとう、それを実現させよう。教訓8、自動車への課税について聞いたことがありますか？う。アンナ、車への高い税金について聞いたことがありますか？はい、ここで車を所有するのはかなり高価です。それは残念なことです。課税は多くの人に影響しますか？はい、それは多くの人にとって車の所有価格を下げます。それが人々の財政への負担になることは想像できます。特に低所得者にとってはそうかもしれません。自動車税が高い理由は何かありますか？交通渋滞や公害を減らす方法として正当化されることがよくあります。なるほど。車の使用を制限する抑止力として使っている。はい、代替交通手段を促進することを目的としています。より環境に優しい交通手段を奨励するインセンティブはありますか？一部の都市では、公共交通機関やサイクリングを利用するインセンティブを提供しています。これは汚染削減に向けた前向きな一歩です。そうですし、交通渋滞の緩和にも役立ちます。利便性と持続可能性のトレードオフだと思います。はい、バランスを見つけることはより良い交通システムの鍵です。高額な自動車税は効果があったと思いますか？言うのは難しいです。それは様々な要因に左右されます。車の使用への影響を見るのは興味深いでしょう。間違いなく、
効果を調査することで、貴重な洞察が得られる可能性があります。税収がインフラの改善に生かされているといいですね。税による目に見える利益を得るには、それが理想的です。最新情報を入手して、変更の提案があるかどうかを確認しましょう。同意した。どんな進展でも知っておくことは重要です。このトピックについて議論していただきありがとうございます、アンナ。洞察力に富んでいます。どういたしまして、ジョン視点を交換するのはいつでもいいことだ。これこそが、持続可能でアクセスしやすい交通システムです。おめでとう、ジョン。これからも改善方法を模索していきましょう。レッスン9、本屋がどこにあるか知っていますか？アンナ、本屋がどこにあるか知ってる？はい、通りのすぐ下にあります。ありがとう、アナ。新しい本を買いたいです。どういたしまして、ジョン本の買い物を楽しんでください。やります。おすすめの本はありますか？どんなジャンルに興味がありますか？私はミステリーやサイエンスフィクションの本を楽しんでいます。その場合は、スティーグラーソンのドラゴンタトゥーの少女とフランク・ハーバートのデューンをチェックすることをお勧めします。それらは興味をそそられます。探してみるよ。ありがとう、アンナ。どういたしまして、ジョン。ハッピーリーディング。あなたも同じよ、アンナ。素敵な一日を。あなたもよ、ジョン。気をつけて本屋に来て楽しんでね。レッスン10、大きなペットと小さなペットのどちらが好きですか？アンナ、あなたは大きなペットと小さなペットのどちらが好きですか？そしてその理由は？小さなペットは扱いやすいので好きです。それは理にかなっています。小型ペットは必要なスペースが少なくて済みます。はい、アパートや小さな家でも快適に過ごせます。あなたが好きな小さなペットの例をいくつか挙げてください。私は猫とチワワやポメラニアンなどの小型犬が好きです。小型犬や猫は素晴らしい仲間です。また、取り扱いやお手入れも簡単です。あなたはどう、ジョン？大きいペットと小さいペットのどちらが好きですか？私は実際にはラブラドールレトリバーやゴールデンレトリバーのような大きなペットが好きです。大型犬はとてもフレンドリーで、野外活動に最適です。はい、彼らは冒険の素晴らしい仲間になることができます。ただし、大きなペットはより多くのスペースと運動を必要とします。それは本当です。そして彼らにはもっと身だしなみも必要かもしれません。ペットに関しては、私たちの好みがどのように違うのか興味深いです。はい、それは私たちのライフスタイルや個人的な好みによります。結局のところ、最も重要なことは、ペットのサイズに関係なく、ペットに愛とケアを与えることです。絶対に、ジョン。ペットは私たちの生活に喜びと仲間をもたらします。アンナ、あなたの考えを共有してくれてありがとう。どういたしまして、ジョン。ペットについて話すのはいつでもいいことだ。確かに。素敵な一日を、アンナ。あなたもよ、ジョン。どんな大きさであろうと、気をつけてペットとの時間を楽しんでください。第11課、これまでの大学生活はどうですか？アンナ、
これまでの大学生活はどうですか？なかなかの経験だったよ。ジョン、あなたはどう？私も楽しんでいます。探求し、学ぶべきことがたくさんあります。絶対に。アカデミックな環境は刺激的でやりがいがあります。私も同感です。教授たちは知識が豊富で、自分の科目に情熱を注いでいる。やる気とやる気のある学生に囲まれているのは刺激的です。また、課外活動の幅広さにも感銘を受けました。はい、クラブや組織に参加することで、自分の興味を追求することができました。新しい人と出会い、生涯の友達を作るのに最適な方法です。間違いなく。大学生活の社会的側面は刺激的でダイナミックです。大学生活に慣れるのに苦労したことはありますか？時間管理は少し大変でしたが、優先順位をつけることを学んでいます。共感できます。授業と課題、私生活のバランスを取るには計画が必要です。本当。しかし、それは個人の成長と自己発見の時でもあります。絶対に。大学は私たちが情熱や興味を探求するためのプラットフォームを提供します。そしてそれは私たちの将来のキャリアと職業上の願望に備えるものです。キャンパスの施設とリソースも印象的です。図書館、研究室、学習スペースは私たちの学業の成功に不可欠です。個別指導やキャリアカウンセリングなどのサポートサービスに感謝しています。彼らは貴重なガイダンスを提供し、私たちが大学生活を送るのに役立ちます。ソーシャルイベントやキャンパスの伝統を忘れないようにしましょう。大学での経験に遊び心とコミュニティ精神が加わります。全体として、大学生活は私たちの生活の中でユニークで記憶に残る章です。絶対に、ジョン。あらゆる機会を受け入れ、最大限に活用しましょう。アンナ、これ以上同意できない。充実した、やりがいのある大学生活を送ってください。レッスン12、不動産ローンの取得を検討したことはありますか？アンナ、不動産ローンを組むことを考えたことはありますか？はい、ジョン。家を買って、住宅ローンの選択肢を模索しようと思っています。それは大きな決断です。様々な種類の住宅ローンを調べたことはありますか？私は持っています。検討すべき固定金利住宅ローンと変動金利住宅ローンがあります。両者の違いは何ですか？固定金利住宅ローンの金利はローン期間を通じて一定ですが、変動金利住宅ローンの金利は時間の経過とともに変化する可能性があります。興味深い。頭金について考えたことはありますか？はい、頭金のために貯金しています。頭金は住宅購入価格のパーセンテージです。住宅ローンを確保するには、頭金のために十分な貯蓄があることが重要です。絶対に。貸し手は住宅ローンの対象となるために頭金を要求することがよくあります。クレジットスコアを確認しましたか？住宅ローンの適格性に影響します。はい、私は自分のクレジットスコアを監視し、改善に取り組んできました。それは良いステップです。クレジットスコアが高いほど、ローン条件も良くなります。融資期間も検討中です。毎月の支払いに影響する可能性があります。ローン期間が短いほど、
一般的に毎月の支払い額は高くなりますが、全体的な利息コストは低くなります。ローン期間が長いほど、毎月の支払い額は少なくなりますが、時間の経過とともに利息コストが高くなります。様々な貸し手の金利を比較し始めましたか？はい、競争力のある金利を見つけるために、様々な貸し手から調査して見積もりを入手してきました。一番お得に買い物をするには、買い物をしてオファーを比較することが重要です。間違いなく、有利な条件と金利の住宅ローンを見つけたいです。住宅ローンの事前承認を受けることを検討したことがありますか？はい。事前承認を受けることで予算を把握しやすくなり、住宅購入のプロセスがスムーズになります。それは賢明な行動だ。事前承認により、出品者は真面目な購入者であることがわかります。固定資産税や保険などの他の費用も考慮に入れます。良い点です。これらの費用は、物件の全体的な手頃な価格を考慮に入れる必要があります。包括的なプロセスですが、家を所有できる可能性にワクワクしています。アンナ、幸運を祈ります。家を買うことは重要なマイルストーンです。ありがとう、ジョン。選択肢を慎重に検討し、情報に基づいた決定を下すつもりです。レッスン13、親の指導は子供にとって重要だと思いますか？アンナ、親の指導は子供にとって重要だと思いますか？絶対に、ジョン。親は子供を導く上で重要な役割を果たします。保護者の指導が必要な分野にはどのようなものがありますか？保護者は、教育、価値観、ライフスキルなどの分野でガイダンスを提供します。親はどのようにして子供たちを教育に導くことができますか？彼らは勉強を奨励し、リソースを提供し、そして彼らの学業目標をサポートすることができます。そして、価値観を教えることはどうですか？親は行動や会話を通じて誠実さ、優しさ、敬意などの価値観を植え付けることができます。また、親は子供に不可欠なライフスキルを身につけるよう指導することもできます。みたいな？コミュニケーション、問題解決、意思決定などのスキル。親がポジティブなロールモデルになることは重要ですよね。絶対に。子供は親の行動を観察して学ぶことが多い。境界線と規律の設定についてはどうですか？適切な境界線を設定し、一貫した規律を身につけることで、子供たちは限界と結果を理解しやすくなります。親はどのようにして子供たちに良い選択をするように導くことができますか？子供たちが自分の選択がもたらす可能性のある結果を理解するのを助け、賢明な決断を下すためのガイダンスを提供することができます。ガイダンスの特定の側面について親が意見を異にする場合はどうなりますか？親が共通点を見つけるためには、オープンで敬意を持って話し合うことが重要です。保護者の指導においてコミュニケーションはどのような役割を果たしますか？レッスン14、北極への旅行を考えたことはありますか？アンナ、北極への旅行を考えたことはありますか？はい、ジョン。このようなユニークな目的地を探索するのは素晴らしいアイデアです。北極に惹かれるのは何ですか？北極圏の手つかずの美しさと極地の環境を目の当たりにするチャンス。極地の氷と野生生物を間近で見ることは素晴らしい経験になるに違いありません。絶対に。
ホッキョクグマやアザラシなどの北極圏の野生生物は必見です。北極点に到達するのはどれほど難しいと思いますか？人里離れた極端な場所なので、慎重な計画と準備が必要になることは間違いありません。旅にはどの交通手段を選びますか？おそらく、砕氷船またはガイド付き探検隊が最も安全で実用的な選択肢でしょう。氷の海を航海し、北極圏の風景を目の当たりにするのは素晴らしいことです。間違いなく、広大な氷山と凍てついた風景は、写真家の夢でしょう。北極で絶え間なく続く昼間や暗闇を体験するのはどんな感じだろうか。極日や極夜現象を目の当たりにするのはまたとない感覚でしょう。北極にいる間にやってみたい特定のアクティビティや冒険はありますか？犬ぞりやアイスフィッシング、さらには氷上でのキャンプもスリル満点です。一生に一度の冒険のように思えます。しかし、環境への影響も考慮する必要があります。絶対に。持続可能な旅行観光と脆弱な北極圏の生態系を尊重することが優先事項であるべきです。留意すべき安全上の注意事項や考慮事項はありますか？はい、適切な服装とナビゲーションツールを十分に備え、経験豊富なガイドの指導に従うことが重要です。このような極限環境では、安全を優先することが重要です。間違いなく、気象条件と潜在的な危険には注意と準備が必要です。困難はありますが、北極への旅は忘れられない思い出になるでしょう。一生に一度の旅で印象に残ることでしょう。アンナ、北極を旅のバケットリストに載せておこう。それは追求する価値のある冒険だ。絶対に、ジョン。北極を探検してその素晴らしさを体験することは夢が叶うでしょう。第15課、あなたは地震を経験したことがありますか？アンナ、地震を経験したことがありますか？はい、ジョン。私は過去に何度か地震を経験したことがある。それは恐ろしいことだったに違いありません。どんな感じだったの？地面が揺れ始めると怖くて不安な体験になります。地震の時にどうやって安全を保てばいいの？落とす、を捕まえることが大切です。頑丈な家具の下に入って頭と首を守りましょう。揺れが止まったらどうする？揺れが止まったら周囲に怪我や潜在的な危険がないか確認する必要があります。地震に備えて何かできることはありますか？はい、食料、水、懐中電灯などの必需品が入った緊急用キットが必要です。家の中で重い家具や物を安全に保管するのはどうですか？地震の際に落下しないように固定しておくと良いでしょう。地震が起こる前に警告標識はありますか？常にではありませんが、動物が異常な行動をとったり、前震と呼ばれる小さな震えが発生したりすることがあります。科学者はどのようにして地震の大きさを測定しますか？科学者は、リヒタースケールまたはモーメントマグニチュードスケールを使用して地震のマグニチュードを測定します。地震は他の危険を引き起こす可能性がありますか？はい、
地震は津波、地滑り、さらには火災などの二次的影響を引き起こす可能性があります。地震の安全性について準備し、情報を得ることが重要です。絶対に。何をすべきかを知ることで、命を救い、被害を最小限に抑えることができ地ます。震の被災地を支援するために私たちは何ができるでしょうか。評判の良い組織への寄付やボランティア活動は、困っている人々に援助や救済を提供するのに役立ちます。困難な時期には、団結してお互いを支え合うことが重要です。間違いなく、地震の影響から立ち直るには、団結とレジリエンスが鍵となります。アンナ、地震の安全について常に情報を入手し、意識を広めましょう。絶対に、ジョン。地震が発生しやすい地域では、備えと知識が大きな違いを生むことがあります。教訓16、蚊は迷惑じゃないですか？アンナ、蚊は迷惑じゃないの？はい、かなり面倒かもしれません。夏の間はいつも蚊に刺される。私も、彼らの交渉はひどくかゆみます。蚊を撃退する効果的な方法は見つかりましたか？蚊よけスプレーを使用すると少し役立ちます。寝るときも蚊帳を使います。夜間は近づかないようにしておくのがいいでしょう。蚊を完全に駆除する方法があればいいのにと思います。それは素晴らしいことですが、それらは生態系の自然な一部です。彼らと共存する方法を見つけないといけませんね。間違いなく、その影響を最小限に抑えることに焦点を当てましょう。周りを清潔に保ち、溜まった水を取り除こうと思います。蚊は溜まった水中で繁殖するので、これは重要です。また、身を守るために長袖とズボンを着用する必要があります。良い点は、覆い隠すことで蚊に刺されるのを減らすことができるということです。蚊は厄介ではありますが、昆虫の多様性に感謝することを思い出させてくれます。確かに、彼らには生態系における役割があります。積極的に蚊から身を守りましょう。同意しました。必要な予防策を講じながらアウトドアを楽しみましょう。これについて議論してくれてありがとう、アンナ。戦略を共有するのはいいことだ。どういたしまして、尽力を合わせれば、蚊の迷惑を最小限に抑えることができます。絶対に。良い一日を、アンナ。あなたもよ、ジョン気をつけて、蚊がいないようにしてください。レッスン17、本は私の机の上にあると思います。アンナ、その本は私の机の上にあると思う。よろしいですか？そこは確認したの？まだ確認していませんが、そのままにしておいたことを覚えています。実際に机の上にあるか見てみましょう。いい考えだ。一緒に行って調べよう。ほら、これだ。その本は確かに君の机の上にあるよ。ああ、素晴らしい。見つけてよかった。ありがとう、アンナ。どういたしまして、ジョン見つかってよかった。ご協力に感謝します。これで読み続けることができます。読書を楽しんでください、ジョン。他に何か必要なことがあれば知らせてください。私がします。もう一度ありがとう、アンナ。あなたは素晴らしい友達です。
問題ないよ、ジョン。私はいつもあなたを助けるためにここにいます。君を友達として迎えることができて幸運だ。素晴らしい一日を。あなたもよ、ジョン。気をつけて本を楽しんでください。レッスン18、眠りたいだけ。アンナ、ちょっと寝たいんだ。わかるよ、ジョン。疲れているに違いない。はい、長い一日を過ごしたので、少し休むことができました。できれば昼寝をしなさい。若返らせるのに役立つかもしれません。それは良い考えのように思えます。快適な場所を見つけるよ。後で何らかの義務が発生した場合は、必ずアラームを設定してください。そうします。寝坊したくありません。ありがとう、アンナ。問題ないよ、ジョン。みんな充電するには休息が必要だ。ご理解のほどよろしくお願いします。良い一日を、アンナ。あなたもよ、ジョン。お昼寝を楽しんで、自分を大切にしなさい。ありがとう、アナ。じゃあまたね。さようなら、ジョン。気をつけてぐっすり眠りなさい。レッスン19、あなたのジャケットは素晴らしく見える。アンナ、あなたのジャケットは素晴らしく見えます。ありがとう、ジョン。私もすごく好きです。色とスタイルはあなたにぴったりです。そう思ってくれて嬉しいよ。これは私のお気に入りのジャケットの一つです。どこで手に入れたの？私も買いたいかも。ダウンタウンの地元のブティックで買いました。確認しなくちゃ。これは素晴らしいファッションチョイスだ。ありがとう、ジョン。褒めてくれて感謝するよ。アンナ、スタイルセンスがいいね。それはあなたから多くのことを教えてくれることを意味するわ、ジョン。ありがとうございます。どういたしまして、アンナ。そのジャケットを着続けて。絶対にそうします。ジョン、ありがとう。いつでもいいよ、アンナ。素晴らしい一日を。あなたもよ、ジョン。気をつけておしゃれでいてください。そうします。またね、アンナ。さようなら、ジョン。素敵な一日を。教訓20、明日はスタートがとても早い。アンナ、明日はすごく早いスタートだ。ああ、本当に？何時に起きなきゃいけないの？飛行機に乗るには午前5時に起きなければなりません。それはかなり早いですね。今夜は早く寝ないと。私も同感です。旅の間は十分な休息を取らないといけない。必ず複数のアラームを設定して、時間通りに起きるようにしましょう。いいアイディアだ。寝坊して飛行機に乗り遅れたくない。朝の時間を節約するために、今夜も荷物をまとめるべきだ。間違いなく。今夜は全部準備しよう。何も忘れないようにチェックリストを作っておきます。それは賢い。整理整頓に役立ちます。明日は長い一日になるだろうが、それだけの価値はある。私たちの旅行を楽しみにしています。エキサイティングな冒険になるよ。私も同感です。
ぐっすり眠って、明日の準備をしよう。計画のように聞こえます。安らかな夜を、アンナ。あなたもよ、ジョンよく眠って、また朝ね。また明日ね、アンナ安全な旅を。